もし人生をやり直せるとするなら、僕はどこまで戻るだろう。小学生の頃、お母さんに黙ってお菓子を食べて怒られたあの日？いや、そんなことを考えたって過去は変えられやしないし、未来だってこのまま流れてゆくだけだ。突然の交通事故で両親を亡くした僕は、遠い親戚の家に身を寄せることになった。古びた旅館。お客さんはめったに来ない。これが僕の一筋の光。そして、この旅館にとっても僕は一筋の光だった。僕の名前は高橋渡。中学生の頃から遠い親戚がやっているオンボロ旅館の手伝いをしている。支配人は水野光一。年は40歳以上離れているけれど、光一兄って親しみを込めて呼んでいる。渡る、頼みがあるんだよ。光一兄は白髪混じりの髪の毛をかきながら帳簿を眺めている。今月も赤字なのだろう。ここに来て数年ほど経つが、一度も笑顔で帳簿を持っているところを見たことがない。板橋さんと買い付けに行ってきてくれないか？また？ここ最近僕が付き添ってばかりじゃないか。市場の人たちはみんな光一兄に会いたがっているよ。彼は罰が悪そうな顔を見せると、いろいろ仕事が忙しくてさ、悪いね、と言った。この時、すでに光一兄の体が病に蝕まれているなど思いもしなかった。末期がん？光一兄はあっけらかんとして笑っている。余命半年だってさ。突然の告白に従業員は動揺した様子だったし、中には泣いている人もいた。どうしてここまで黙っていたんですか？お体も大変だったでしょ？と、料理長の板橋さんが目を真っ赤にして尋ねた。そんなことはどうでもいいんだよ。とにかく、この旅館を残すためにも、渡る。君にすべてを託したい。渡るに？誰もが驚いた。光一兄もまた複雑な家庭だったもので、家族を持たないことを決めていた。いわばこの旅館は光一兄を最後に畳む予定だっただろう。しかし予想とは裏腹に、光一兄はまっすぐに僕を見つめている。こんなことを突然言ってすまないね。でも、君がここに来た時に感じたんだ。きっと君ならここを継いでくれると。それに。待ってくれよ、光一兄。突然そんなこと言われたって気持ちの整理がつかないよ。それに余命だって伸びるかもしれないじゃないか。いや、渡くん。ここは最悪の事態を想定して動こう。板橋さんは腹をくくった様子だった。でももし今以上に赤字になってしまったら、君をはじめとする従業員に迷惑をかけることになるから、俺が死ぬその日に君が本当に継ぐのか潰すのか決めよう。光一兄はひどく咳き込んだ後、体のことを言えてよかったよ。少し疲れたからゆっくりさせてほしい。と自室へ戻っていった。渡くん、とにかく俺がサポートするから。部屋を出た後、板橋さんは僕の背中をさすりながら励ましてくれた。僕にできるか不安視よ。人の上に立つような器じゃないし。板橋さんじゃダメなんすか？何を言っているんだ。君は光一くんのたった一人の家族なのだから、君が前に立つべきだよ。家族という言葉に胸がじわっと熱くなった。他の人と比べれば、僕と光一兄は長いようで短い時間、たった数年ほどしか一緒にいない。親戚とはいえ遠縁だから、おそらく血のつながりだってほんのわずか。いや、あると言ってもいいのか危ういほどだろう。それでも、
高一兄をはじめとする旅館の人たちは、僕のことを温かく迎え入れてくれた。先代も孤独な人だったよ。親子のくせにあの二人は水と油みたいな関係だった。でも、光一くんは渡くんが来て変わったよ。かなり穏やかになったし、何より周りのことを気にかけるようにもなった。そう言ってもらえるのは嬉しいけど。当時はしぶしぶ引き継いだのだろうけど、君が来てから光一くんの中ではこの旅館を守り続けることが君を守ることにつながると考え始めたのだろうね。もっとも本当なら黒字で渡したかったのだろうけど。板橋さんは苦笑すると、今朝市場で買ってきた魚をさばき始めた。不安しかないっすよ。ため息をつきながら今日の予約者リストを確認する。2組か。これじゃあほぼ貸し切りだな。どうすればもっとお客さんが来てくれるのだろう。漠然とした疑問が頭の中に浮かんだ。高一兄の体調は日によってまちまちだった。とても元気な日もあれば、かなり悪い日もあった。刻一刻と迫る半年後について、悲しみよりも恐怖感が増していった。僕の両親はある日突然いなくなった。あの頃は幼かったから、ただ寂しさ悲しさ、そんな類の感情だけが頭の中に浮かんでは塞ぎ込んでしまった。どうやって立ち直ったんだっけ？そのきっかけは忘れてしまったけれど。でも今回は違う。明白とも言える終わりを宣言されているのだ。余命半年。残された時間で僕には何ができるだろう。もし何もできなかったら？ただいつものように日々を過ごしていき、いつの間にか半年後を迎えたら？きっと後悔だけが残るだろう。かといって、高一兄の代わりにこの旅館にできることなんてあるのだろうか。ここへ来てからというもの、ずっと高一兄の後ろにだけ立って言われたことだけをやった。そんな僕に、いつの間にか大人になった手のひらは震えている。抱え込み始めたものが大きすぎる。ほんと疫病神ね。じめっとした耳に張り付くような声が聞こえた。僕のことを毛嫌いしている女将の赤坂さんだ。彼女は先代の愛人という噂もあったけれど、実際のところはわからない。あんたが来てからこの旅館空気が濁ってるわ。高一兄の余命を知ったら赤坂さんは何をしでかすかわからないので、彼女にだけは極秘にしている。大半の従業員は彼女の傲慢さに嫌気がさしているけれど、長い間女将を務めているのでみんな逆らえないのだ。さっさと別の仕事見つけて出ていけばいいのに。なぜここまで僕のことを無下に扱うのかはわからない。人を見下すのが趣味なのかもしれないし、僕が気に障ることをしたのかもしれない。少なくとも彼女にとって僕は最低最悪の存在だ。とにかく今はやるしかなかった。高一兄が不安にならないよう、僕がしっかりとこの旅館を守っていける姿を見せなければならない。仕事が終わり、部屋に戻るとノートを取り出した。今日の反省点、改善点。僕は学校にろくに通っていないので勉強のできないバカだ。それでも自分が今までここで培ってきた経験を思い返せば、きっと明るい未来が開けるはずだ。絶対に現状に満足はしない。いつだって反省を繰り返す。僕が自分を認めるのは売り上げが黒字になってからだ。それからというもの、旅館の中の細かい修繕もするようになった。脚立と工具を持って不備がないかを見回りして、宿泊客の生の声に耳を傾けた。来てくれることを当たり前と思ってはダメだ。来ていただいているのだから、当然想像以上のおもてなしを返さなければならないだろう。
幸いにもこの頃、地元の人と仲良くなっていたので、食器や装飾品など、職人さんと相談することができた。いやー、しかしここに来た時は小わっぱだったのに、随分と立派になったね。恐れ多いっす。喋り方は変わってないけどな。ほら、これ持っていくといいよ。でも、焼き物職人の淡路さんは、僕に皿を何十枚も持たせてくれた。先行投資だよ。それでお客さんがうちの皿をいいと思ってくれたら買ってくれるだろう。じゃあ、ロビーと売店にも置かせてもらえませんか？実際に食事で使ったものをすぐに手に取れると売り上げにつながるかもしれません。もちろんだよ。値札はこっちから作っていくから販売してやってくれ。経営は少しずつ黒字に向かっていった。大きく変動することはないけれど、確実に少しずつ。高一兄から余命を告げられて5年目のことだった。ある日、僕は手伝いから旅館の社員になった。そんな僕がみんなと夢見た再建。その道半ばで高一兄は亡くなってしまった。余命半年って言われてたのにさ。長生きしたよ、あいつは。板橋さんはスーツを着て僕の肩を抱いてくれた。小さくなった高一兄の遺骨を抱いて僕らは声に出して泣いた。できることならもっともっと売り上げを伸ばして、高一兄が安心したって言ってくれるくらいまで引っ張りたかった。渡るくんもよくここまで頑張ってくれたね。高一くんから話を聞いたときは、俺なんかよりもよっぽど抱えたものが大きかっただろうに。いいえ、僕は皆さんがいたから頑張れたんです。たった一人でやってきたわけではありませんから。しばらく悲しみに浸っていると、赤坂さんがやってきた。さて、これでこの旅館は私が全てをもらうわね。葬式が終わったばかりだというのに、赤坂さんはどこかすがすがしい顔で僕らの前に立った。何を言っているんだ？板橋さんは苛立ちを隠せない様子だった。何って、私は長年ここの旅館を切り盛りしてきた女将よ。支配人が死んだ今、私がその権利をもらって当然よ。ね、渡るくん。渡るくんという呼び方に虫唾が走った。今まで赤坂さんから一度も名前で呼ばれたことがないからだ。この旅館のことは私が一番知っているのよ。だから当然だわ。それは間違いだよ、赤坂さん。板橋さんは目の前で正座をした。それからまっすぐと赤坂さんを見つめた。こんなところで話すなんて、光一くんには申し訳ないけれど、いい機会だ。すべて清算しよう。渡るくん。板橋さんの後ろに続々と従業員が座っていく。まるで板橋さんと赤坂さんの政権が真っ二つに割れ、それを表すかのように。赤坂さん、俺はね、渡るくんがこの旅館を立て直すのに、どれだけの努力と苦労を積み上げてくれたのかよくわかるよ。そうでしょ？わかってるなら早くしなさいよ。俺は赤坂さんよりもここにいる時間は短いけれど、光一くんと渡るくんのことは誰よりも近くで見ていた自信がある。俺はこの旅館の料理長として、そしてこの二人の親代わりとして、あんたには何も持たせられない。俺はこの子たちを守る義務がある。赤坂さんは体をのけぞりながら高笑いをした。バカバカしい。こんな小僧に旅館を任せるですって？ボケ老人のたわごとはほどほどにしてよね。こんなどこから来たかもわからないような不良男なんてふさわしくないわ。何よ。板橋さんをはじめとする全員が赤坂さんを軽蔑するような目で見ている。何か文句でもあるわけ？
赤坂さん、私は板橋さんに賛成よ。長年勤めていたから反抗的な態度は取れなかったけれど、あなたの傲慢な態度にはうんざりよ。いびりもひどいし。何より僕らに敬意がない。まるで使い捨ての駒のような扱い。ここぞとばかりに従業員たちも意見を言い出した。それはあんたたちが使い物にならないからでしょ。私が指導しなきゃみんな生ぬるい仕事しかしないじゃない。怒り狂う赤坂さんに板橋さんは、生ぬるいところにいたのはどっちだよ。と突っ込む。少なくとも、渡くんは俺たち、旅館のために汗を流してくれた。苦労してくれたよ。君なんかよりも随分と若い渡くんが。そんなの当たり前のことでしょうが。何も知らない青年がここまでやってくれたんじゃないか。誰がこの旅館を建て直した功労者かだなんて一目瞭然だろう。赤坂さんはしばらく僕らを見つめて座り込んでしまった。私の味方はいないの？ああ、いないよ。と板橋さんはきっぱりと答えた。これがあんたがやってきたことの報いだ。俺たちは全員渡くんについていく。私は先代に愛された女なのよ。光一のことをよろしくって頼まれていたのよ。だからずっと可愛がっていた。私があの人に頼まれていたのよ。赤坂さんはひどく取り乱し暴れた。誰もが哀れむように視線をそらし、どん底に落ちていく赤坂さんは一人空を仰ぐように両手を振り回した。私はあの人が死んで光一と幸せになる予定だったのよ。私たった一人があの子の寂しさに寄り添えた。でもね、あんたが全てを台無しにしたのよ。赤坂さんの長い髪の毛から覗く目からは涙がこぼれていた。返してよ。あの人を。光一を返してよ。僕は痛む胸を押さえた。どうすることもできない。ひどくねじ曲がってしまった関係を修復できるほど僕らは器用ではないからだ。光一兄が亡くなった後、怒涛の日々だった。ちょうど四十九日が終わる頃に旅館が全国紙に掲載され予約が殺到した。何でもやってみるもんだな。と板橋さんは感心していた。取材の申し込みが来た時、実際には受けるか悩んだのだ。ねじれ曲がって印象が伝わっては元も子もないからだ。でも取材に来てくれた担当者がかなり親身に熱意を持って記事を作ってくれたおかげで反響は大きく、さらに僕らは自分たちの望む売り上げに近づいた。若くして旅館の支配人になるということは重圧に押しつぶされそうではありませんでしたか？そんな質問をされたとき、僕は助けを求めるように空を見上げた。光一兄のせいで心配されてるぞ。なんて答えようか。いいえ、僕なんかよりもずっと従業員の皆さんの方が重圧を感じていたと思いますよ。こんな若造が上に立つのですから。でも全員が僕と来る日も来る日も向き合ってくれました。自然と出てきた言葉だ。光一にどうだい？少しは立派に答えられただろうか。どんなに幸せでも、ふとした時にその隙間に不安を感じることがある。もしあの時、あの頃の選択肢が違っていたら、もっと幸せになれていたんじゃないのかと。だけど過去には戻れない。僕らは前に進むしかない。それが野道だろうが砂利道だろうが、ただ必死に自分が持っているすべてを振りかざしていくしかない。誰かは僕の人生を悲観的に捉えた。誰かは僕の人生を大逆転だと考えた。僕のインタビューを読んだ人の反応は、まるで僕の別の人生を覗かれているみたいで不思議だった。
渡る、自分を信じろ。君はここにいるんだから。光一兄が僕に渡してくれた言葉。家族を亡くし、絶望の淵に立たされた僕が、家族のようにみんなを守りたいと強く願うようになったのは、光一兄のおかげだ。